たりがないというか、なんでだろう、運動も食事もそんなにご飯食べてもないし、運動だって普通にしてるのに、なんで減らないんだろう。むしろ増えてる。どうして？はい、いつもご視聴ありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。もうすっかり秋ですね。私が住んでいるニューヨークはだいぶ寒くなってきております。さて、今日私がお話しするのは、お待たせいたしました。私の超ズボラダイエット生活4ヶ月目の結果報告となります。前回までのお話と私のダイエット生活を説明いたします。まず運動は週3回基本としております。だいたい1時間ぐらいの軽い運動を目安に週3回、もしできないときはベッドの上で軽くストレッチや足上げ運動などをしております。食事面はただ一つ、寝る前までにお腹が空いていること、消化されていることを基本とします。なので夕飯は早めにとる、もしくは夜遅くなってしまうときは軽めにする、そこだけをポイントとしております。なので激しい食事制限や運動などはしておりません。基本的にケーキやハンバーガーなどダイエットの大敵とされているものも食べたいと思えば食べます。ただドカ食いはしないように気をつけております。これらのポイントを押さえて私はダイエット生活4ヶ月過ごしております。その結果、着実に毎月1キロずつ減量に成功しております。そして結論から言いますと、4ヶ月目停滞期をしておりました停滞期、体重が全く減らなかったんですよね。運動も食事も同じようにしてきたんですけれども、むしろ前回報告した最終日の体重よりもちょっと増えた感じ、112パウンドぐらいをずっと高値キープしておりました。心当たりがないというか、なんでだろう、運動も食事もそんなにご飯食べてもないし、運動だって普通にしてるのに、なんで減らないんだろう。むしろ増えてる。どうして？っていう生活がほぼ1ヶ月続いておりました。長くダイエット生活を続けているとよく聞く停滞期、皆さん多分ぶち当たることがあると思います。停滞期っていうのはもうその習慣、その生活、運動量、食事量に体が慣れてしまって、体っていうのは自分をそのまま維持しようという作用が、あるんですね。なのでその生活で自分の体をキープしようってしちゃうんですね。なのでもっと激しく運動するとか、食事の量を減らすとか、そういうことをすれば別なのかもしれませんが、私はそこまで激しくダイエットをしようとも自分をいじめようとも思ってませんので、体重が減らなくてもそれはそれ、ただの目安、同じように生活していればいいかな、大丈夫かな、結果はついてくるかなと諦めず前向きに生活をしておりました。ただ一つちょっと便秘が続いている時期がありまして、どうしても50代に入りまして、更年期、生理の時期の乱れ、そういうもので体が揺らいできてるのかなっていうのはすごく感じました。どうしても私は生理の前は便秘が続いてしまったり、生理になりそうでならないみたいな時期がずっと続いてるっていうか、感覚的にそういう感じだったんですね。なのでどうしてもちょっと詰まり気味の時期が長く続いておりました。食べ物で改善しようとちょっといろいろ試みたりもしました。前もお伝えしたんですが、ちょっと体質的に白米を食べると便秘になってしまうという体質なので、白米は抜いた生活をしております。なのでオートミール、五穀米などを食べておりますが、さつまいも秋の味覚ですよね。ちょっとさつまいも食べよう
便秘にもいいしと思い、さつまいもを取り入れました。お昼にふかし芋を食べたりした日が何日かあったんですけれども、どうやら残念なことにさつまいもも私の体にはあまり合わないようでした。もう便秘になるはよりガスが溜まって、もうお腹がパンパンに膨れてしまいまして、私はさつまいもダメなんだっていうことに気がつきました。なので大量にはこれからは食べないように気をつけたいと思います。そういう自分に合うもの合わないものがよく分かった1ヶ月にもなりました。人にはいろいろ体質もございますので、合う人もいれば合わない人もいる、そういうことですね。更年期ということであまり他の症状はないんですけれども、やはり生理の期間の乱れ、それに伴い体の揺らぎ、ちょっと自分を見つめ直す時期にもなりました。ただ自分の体と向き合うということができましたので、体重が減らなくても気にせず、自分を信じて自分の生活をコツコツ続けていく、そんな1ヶ月でした。その結果、体重は 109.9 パウンド、 49.85 キログラム、およそマイナス 0.9 減。最後の2日で急に減りました。無理に結果出そうと頑張ったわけじゃないんですよ。別に急に絶食したりとかそういうこともしてないですし、水を断ったとか、もうそういう断食したとかそういうものも全くなく、普通にその生活続けてたんですけど、ずっと112パウンドだったのが最後の2日ぐらいでダダダダッと落ちまして、結果辻褄が合わせたようにおよそ1キロマイナスとなりました。結果オーライ。私が思うにですね、前回のビデオでもお話ししたんですけれども、最終測定日のちょっと前が一番最低の体重が出たんですね。でそこからちょっと戻って最終日だったんですよ。ということは、その最低を記録した日からその後ちょっと停滞期にも入ってたのかなっていう。なのでおよそ1ヶ月停滞期を乗り越え、最後にススッとまた落ち始めた、そんな感じです。諦めず同じように続けていてよかったなってそんな風に思います。体の変化としてはこちら、そこまですごい変わったかなっていう感じはないんですけれども、便秘に伴ってちょっとインナーマッスルをもっと鍛えようと、結構お腹周りの運動をたくさんしていたっていうこともありまして、おへそ周りちょっとすっきりしたかなっていう印象があります。あとですね、結構私ビデオも結構出してるんですけども、くびれを作るサイドの動きを結構やってたので、どうでしょう、このサイドのくびれ、もう自分で触ってもですね、そのあばらの周りがもうシュッみたいな、全然無駄なお肉ありませんみたいな、そんな感じになってきました。なのでお胸とそのサイドの差もすごいはっきりしてきたので、バストアップも若干されてきたかなって、横に流れるっていうよりはキュッとされてきたかなっていう、そんな効果も感じられる今日この頃です。個人の好みとしてはあんまりガリガリに痩せてるのはあんまり好きじゃないんですよね。もともとそこまで痩せる体質というか、肩太り体質で骨も大きいので、ちょっと痩せちゃうとあばらがすごい出てきちゃったりとかして、あんまりそういう体が好きじゃないので、これからはもっとメリハリがつくような、お尻をもっとブンと立体感のあるお尻にして、ウエスト周りをもうちょっとギュッとくびらせてとか、
二の腕をたるませないとか、背中もたるませないとか、足もメリハリをつけてまっすぐにスッと伸びる足を目指すとか、そういうボディメイキングの方向で考えていきたいと思います。同じような生活をまた続けていこうと思うんですけれども、これ以上体重はあんまり痩せないように筋肉を作っていく、そういう感じの生活にしたいと思います。そんな感じでダイエット生活4ヶ月目の結果報告、私1ヶ月停滞期でした。どうやって乗り越えたか、自分を信じて諦めず同じような生活を続けていくメンタルを強く持つ、そういう感じでした。その結果停滞期を見事多分抜けまして、結果として 109.9 パウンド 49.85 およそ1キロの減量に結果的に成功いたしました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。皆さんも長くダイエットをしていると停滞期突き当たることもあると思います。私のこの経験が少しでも皆さんのダイエットのお役に立てればと心より願っております。私は毎週月曜日と木曜日、ダイエットやアンチエイジングに関するコンテンツ、ビデオを配信しております。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いします。あとは高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた来月も私のダイエット生活の報告楽しみにしていてください。またねー。バイバーイ。